はい。ということで、今回は、ズームエフェクトをオリジナルで作ってみたいと思います。ズームエフェクトというほど、すごいものではないんですが、よく使うズームをテンプレートのような状態で保存して、すぐに使えるようにして効率よく編集をしたいと思いましたので、今回ご紹介をしたいと思います。はい。ということで、一から作っていきたいと思います。で、まず、では、最初にシーケンスを作成します。で、シーケンスを作成していただいたら、最初の画面で見ていただいたような分かりやすい画面にしたいので、まずクリアビデオを配置しますと。で、このあたりは以前の動画でもご紹介したやり方ですので、省略をさせていただきます。ぜひ、どういう風な編集をしてたか、興味のある方は、ぜひ前の動画を参考にしてもらえればと思います。で、エフェクトの中から、これも以前使ったグリッドを使いますと。で、グリッドを、コーナーのグリッドを、X が480で、Y が0とすると、はい、ちょうどこれで横4縦2の線にグリッドに分割されます。はい。で、ここにテキストを打ち込んでいきますということで、はい。ちょっと後で見たときに分かりやすいように、英語を並べておきますと。A、B。はい。こんな感じで並べておきますと。はい。こうですね。で、一通り並べてもらえたら、この、例えば一部をズームしたいというときに、例えばこの B の部分をズームさせようと思ったら、ビデオの、このクリップのビデオのスケールと位置を調整して、このようにアップにしますということで、これを例えば動画で繰り返すときに、毎回位置とスケールを調整していくと手間がかかるので、この位置とスケールを一つのエフェクトとして保存をしておきますということですね。はい。ということで、やっていきたいと思います。はい。ということで、先ほどと同じですね、例えばこのビデオの B の部分を拡大して表示させたいときは、このように値をまず持ってきますと。で、この辺りで OK と思ったら、この状態でモーションを右クリックした状態で、プリセットの保存を選択します。で、モーションの名前、プリセットの名前に左上のアップ、ズーム、はい。左上のズームといった名前をつけて、あとは OK をしますと。そうすると、これがエフェクトの中を見てもらうと、プリセットの中に今つけた名前のエフェクトが保存されますということですね。はい。あとはもうこれの繰り返しとなります。で、これ名前を分かりやすいように新しいプリセット瓶というものを作っておくと便利ですよというお話です。エフェクトを自分でたくさん作るといろんなエフェクトが混じってくるので、この新規プリセットピンを作って、例えばズーム系エフェクト。名前を作っておいて、ここにまとめておくことで、この中に入っていきますということですね。はい。ということで、あとはこのズームと同じように、例えば C のところをアップさせるのであれば、同じようにプリセットの保存で、右上、ズーム。はい。
で、今度右下をアップするんだったら、プリセットの保存で右下の図。はい。ということで、このように一つずつ保存をしていきますと。下図。はい。ということで、一通り保存してあげたら、あとは、このエフェクトをまとめておきますということですね。はい。ということで、4パターンがまとまりましたということですね。はい。そしたら、これ4パターンまとめたので、あとは各エフェクトを適用していきますということで、やってみたいと思います。はい。で、一旦最初の状態に戻しますと。で、このタイムラインの動画を細かく分割してみますと。はい。で、これで先ほどのズームを一つ一つやっていきたいと思ったときは、一回一回エフェクトをかけていくと手間がかかるので、この今作ったエフェクトをかけていきますということですね。右上、右下、左上、左下。はい。このようにかけてあげると、はい、こうなりますということですね。はい。それぞれの場所がズームされていきますということですね。はい。ということで、これを繰り返すと、分割すれば好きなようにエフェクトをかけていくことができますということですね。で今度、左上、右下、右上。はい。でこのような感じで、ズームを簡単にかけることができますということですね。はい。ということで、このようにエフェクトを作っておくと、いろんな場所を簡単にズームをかけることができたりしますよということですね。はい。ということで、動画を一つ配置してみたいと思います。例えば動画を一つ配置したときに、はい。例えばこの動画の一部分をところどころ拡大していきたいと思ったときに、一つずつ拡大していくと、手間がかかるときに今のエフェクトを使うことができますということですね。例えばこんな感じで適当に分割しましたというときに、これを1箇所ずつズームしていくと手間がかかるので、今作ったエフェクトを使いますということですね。こうやってエフェクトをところどころかけてあげると、はい、こんな感じでちょっと適当にかけてみましたと、はい、確認してみます。はい。ということで、こんな感じでですね、ところどころの場所がズームされていきますということですね。はい。こんな風にですね、部分的にズームをかけたいときは、非常に役立ちますよということですね。はい。ということで、ご参考いただければと思います。